イエローベースかな。なんだ、わかりやすい。肌や目の色と同じだからといってその色が似合うわけではないんですよ。で、自分がどのタイプかわかる方法ってあるの？そのセルフチェックの方法をお伝えしていきますね。皆さんこんにちは。似合わない色は似合わせられるパーソナルカラーリストのカラー姉妹愛花です。ちえみです。今日の動画はプロが教えるパーソナルカラー&セルフチェックです。パーソナルカラーが浸透してきて SNS とか雑誌とかでもよく見かけるようになりましたよね。パーソナルカラーリストとして私たちも嬉しいよね。でも少し間違った内容の知識が広まってきている感じがします。そうそう、診断を受けて洋服の色やメイクの色を限定しすぎてで、選びにくくなったとか、あとは1回目を受けてでそれで納得がいかなくって2回3回と受けて結局パーソナルカラー迷子になってしまったっていう声も聞きますよね。そうですよね。今回の内容はパーソナルカラーを全く知らない方や聞いたことはあるけどよくわからない、そういった方にも優しい内容になっています。パーソナルカラーのセルフチェックってちょっと自分では判断しにくいですよね。その、判断ポイントについてもお伝えしていきます。自己診断や複数のサロンでいろんなタイプになってしまった方もその理由がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではおしゃれしたいでもめんどくさいのは嫌という方向けに発信しています。簡単おしゃれになる方法を知りたい方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。さてとメイクしようかな。なんか最近お肌がくすんでる気がするね。なんか急に老けたような。知らないうちになんかシミも増えてるし、もうすぐ40だししょうがないよね。諦めるしかないか。いつまでも若くないってことよね。ちょっと待った。そのお悩み解決する方法があります。どちら様ですか？私はあなたの救世主パーソナルカラーリストのちえみです。そのあなたのお悩みパーソナルカラーを知ると解決できますよ。パーソナルカラーとは簡単に言うと似合う色のこと。パーソナルカラーを使うと綺麗に見せてくれる効果がありますよ。パーソナルカラー？何それ、気になる。パーソナルカラーとはその人の目、髪、肌の色と質感に調和する色のことなんです。似合う色の効果でお肌に透明感が出たり、肌ツヤがよく見えたり、シミやシワが薄く見えたり、小顔に見えたりしますよ。シミやシワが薄く見えたり？私に嬉しい効果しかない。パーソナルカラー知りたい。じゃあ今から教えていきますね。パーソナルカラーは今から言う色の4つの性格からできています。ベースカラー、メイド、サイド、清濁。なんかいきなり難しそう。大丈夫、わかりやすく今から説明していきますね。ベースカラーは基本的に2つ、黄みがかる色のイエローベースのグループと青みがかるブルーベースのグループ、この2つがあります。簡単に言うとイエローベースは温かい印象がするグループ、ブルーベースは反対に冷たい印象のするグループになっています。こっちが温かい感じがして、こっちが冷たい感じがする。ブルーベースの方ってなんかいかにも色白美人の人が似合いそうって感じだし、私は色黒だし持ってる化粧品もこっちの茶系が多いし、イエローベースかな。なんだ、わかりやすい。ブー。肌や目の色と同じだからといってその色が似合うわけではないんですよ。じゃあこれを使って説明していきます。何この布？この布については後半で説明していきます。そうなの？こちらがイエローベースでこちらがブルーベース。で、私はイエローベースが似合うはずだからこっちでしょ。いやー、でもなんかもともとよりもっと気くすんで見えるような、なんか違うな。その理由はイエローベースは足し算でブルーベースの色が引き算だからなんです。顔が黄色いからといってイエローベースを当てると足し算効果で顔の黄色が足されすぎて気くすんで見えるっていう方もいらっしゃいます。イエローベースが似合うとお肌が血色よく健康的に綺麗に見えるんですよ。ほら、私はイエローベースの方が似合うでしょ。ブルーベースだと血色が引かれすぎてちょっと不健康な感じに見えてしまいます。
ほんとだ。私より色白でブルーベースっぽいのにイエローベースなんだ。へー。私の似合うと似合わない色を比較した動画もありますので、気になる方はぜひこちらからチェックしてみてください。あとパーソナルカラーに関係してくるのが明度、彩度、清濁です。明度は色の明るさ、彩度は色の鮮やかさ、清濁はすっきりした色かグレーが混ざったスモーキーな色が似合うかです。明るいとか鮮やかとかそういうのが大事なのね。じゃあ次は4シーズンを説明していきます。パーソナルカラーのグループは大きく4つ、春、夏、秋、冬、季節の名前がついています。春はイエローベースで明るくてすっきりした色、鮮やかな色が似合います。イメージはお花畑、フレッシュでカラフル、可愛いグループになります。夏はブルーベース、明るい色、グレーが混ざるスモーキーな色が似合うグループになります。イメージはアジサイ、しっとり上品でエレガントなグループになります。秋はイエローベース、暗い色とグレーが混ざるスモーキーな色が似合うグループです。イメージは紅葉、シックで落ち着いていてリッチ感のあるグループになります。冬はブルーベース、明るい色と暗い色、すっきりした色で鮮やかな色が似合います。イメージは雪が降り積もる景色やクリスマスカラー、コントラストが効いていてかっこよくてクールなグループになります。これって自分がどのタイプか分かる方法ってあるの？これからそのセルフチェックの方法をお伝えしていきますね。パーソナルカラーはその人の目、髪、肌の色と質感に調和する色のことなので、目、髪、肌の色と質感で見ていきます。まず鏡を準備してください。次に明るい部屋で部屋の照明はオレンジでないこと、鏡を覗き込んで暗くならないことに注意してください。どこでも色って同じに見えるんじゃないの？色は光によって見え方が違うんです。暗いところだと暗く見えるし、オレンジの光だとお肌も黄色く見えてしまいます。確かに。まず質問1、目の色を見ていきます。目の色は何色ですか？茶色いですか？それとも黒色ですか？茶色でも赤みの茶色？それとも黄色い茶色ですか？わかんない。自分の目なんてそんなにまじまじと見たことないしな。じゃあこの図を参考にしてみてください。耳の茶色の場合はイエローベース、春と秋。黒や赤みの茶色の場合はブルーベース、夏と冬の可能性が高いです。またグリーンやグレーの人もいます。グリーンがかる人はイエローベース、春や秋。グレーがかる人はブルーベース、夏や冬の可能性が高くなります。私の目の色はこれだ。ということはブルーベース夏とブルーベース冬ね。次に質問2、目の明るさを見ていきます。瞳孔が見えやすいと目の明るさは明るくて、瞳孔が見えにくいと目の明るさは暗い場合が多いです。瞳孔が見えやすい人はビー玉みたいにキラキラしていたり色素が薄かったりします。目の明るさが明るいとイエローベース、春やブルーベース、夏の可能性があり、目の明るさが暗いとイエローベース、秋やブルーベース、冬の可能性があります。瞳孔って黒目の中のさらに黒いところね。私は瞳孔が見えにくいから、暗いタイプね。ということはイエローベースの秋とブルーベースの冬の可能性がある。次は質問3、目のコントラストを見ていきます。白目と黒目のコントラストがはっきりしているとすっきりした色や鮮やかな色が似合います。イエローベース、春やブルーベース、冬の可能性があります。反対に白目と黒目のコントラストが柔らかいとグレーが混ざるスモーキーな色や穏やかな色が似合うので、イエローベース、秋、ブルーベース、冬の可能性があります。白目と黒目のコントラスト、そんなこと言われてもわからない。それではこの図を参考にしてみてください。こんな風に黒目の縁に輪っかが入っていて、それがはっきりしているか、インクがにじんだようにふんわりしているかを見てみてください。黒目が真っ黒に近い場合は輪っかがわからないですが、白目と黒目の境目がくっきりするのでコントラストがある方に入ります。なるほど。ということは私は白目と黒目のコントラストがはっきりしてるからイエローベース春と
ブルーベース冬の可能性がある。目の印象を分析してみると、愛花さんは質問1はブルーベース夏、ブルーベース冬、質問2はイエローベース秋とブルーベース冬、質問3は春と冬。ブルーベース冬が多い。次に髪を見ていきます。質問1、地毛の色は何色ですか？茶色？それとも黒色？茶色でも黄身の茶色ですか？それとも赤身の茶色ですか？これもわかんないっていうか、地毛ってみんな真っ黒じゃないの？ではこの画像をまた参考にしてみてください。茶色くて黄身が強いとイエローベース春と秋の可能性があって、赤身の茶色や真っ黒じゃないけど優しい黒色の方はブルーベース夏と冬の可能性があります。それでいうと私は真っ黒じゃなくてちょっと髪の毛緑っぽい感じもするんだけど、黒いけど少し緑っぽい色の方はブルーベースの方に入ります。ということはブルーベースの夏と冬ね。質問2、髪の毛が光に当たるとどうなりますか？変わらない？それとも明るくなる？そんなに変わらないな。っていうか変わる人っているの？いますよ。私もそうだけど、光に当たるとすごく明るい茶色になるんです。光に当たると茶色くなる人は色素が薄いので明るい色が似合います。だからイエローベース春とブルーベース夏の可能性があります。反対に光が当たっても変化しない方は暗い色が似合うのでイエローベース秋とブルーベース冬の可能性があります。へえ、いろんな人がいるんだね。ということは私は、変わらないからイエローベース秋とブルーベース冬の可能性がある。質問3、髪の毛の質感はツヤですか？それともマットですか？これもあんまり考えたことないからわかんないな。髪の毛に天使の輪っかができる方はツヤがある。よく見ないとわからないぐらいだとマットな方に入ります。よく見る CM のモデルさんみたいな天使の輪っかって想像できないよね。できないから私はマットの方ね。よく見てください。ヘアカラーをしている人は分かりにくいかもしれませんが、頭皮に近い髪の毛を見てみると光が反射していますよね。そう言われればツヤ感がある。ツヤがあるとすっきりした色や鮮やかな色が似合うのでイエローベース春やブルーベース冬の可能性があります。あまりツヤがわからないマットな質感だとグレーが混ざるスモーキーな色、穏やかな色が似合うのでイエローベース秋とブルーベースの夏の可能性があります。じゃあ私はツヤがある方だからイエローベース春とブルーベース冬。質問4、髪の毛の量は多いですか？それとも少ないですか？これは多い方かな。美容院でも言われることもあるし、どっちかっていうと量をすいてもらうこと多いから。そうですね、美容師さんに多いと言われたり髪の毛をすくことが多い方は髪の毛の量が多い方になります。逆に猫っ毛で柔らかい方は少ない方になります。量が多いと暗い色が似合うのでイエローベース秋とブルーベース冬の可能性があり、量が少ないと明るい色が似合うのでイエローベース春とブルーベースの夏の可能性があります。じゃあ私はイエローベース秋とブルーベース冬の可能性があるってことね。髪の印象を分析してみると、愛花さんは質問1はブルーベース夏、ブルーベース冬、質問2はイエローベース秋とブルーベース冬、質問3はイエローベース春とブルーベース冬、質問4はイエローベース秋とブルーベース冬。ということは私はブルーベース冬が多い。最後はお肌です。質問1、お肌の質感はツヤですか？マットですか？さっきの髪と同じね。天使の輪？顔に天使の輪なんかできるわけないじゃん。じゃあわかんない。惜しい。鼻の頭やおでこ、ほっぺたに張りがあって光っているとツヤがあります。凹凸を感じるのも判断要素になります。逆にマットな人はサラッとしているので肌が油っぽくなかったり、乾燥肌に逆にお悩みの方が多い印象になります。私たまにテカってるの気になるし、見た感じもちょっと光ってるからツヤの方かな。ということはツヤ肌。ツヤ肌の人はすっきりした色や鮮やかな色が似合うのでイエローベース春、ブルーベース冬の可能性があります。マット肌の人はグレーが混ざったスモーキーな色、穏やかな色が似合います。少しツヤが感じられるけどツヤ感が少ないセミマットの方はマット肌の方に入ります。マットが似合うのは分かった。
イエローベース秋とブルーベース夏でしょ。おー、正解。すごーい。で私はツヤだからイエローベース春とブルーベース冬の可能性がある。質問2。次はお肌の厚さです。厚いですか、それとも薄いですか？これもわからないな、考えたことないな。っていうか、お肌に薄いとか厚いとかあるの？目の下の血管が透けていたり、クマが目立つ人、あとは気温差などでほっぺたや耳が赤くなりやすい人、日焼けしても赤くなって元に戻る方はお肌が薄い方になります。それでいくと私は厚い方かな。ね、日に焼けたらしっかり黒くなっちゃうし、あと気温差で肌が赤くなるとかそういうことないからな。お肌が薄い人は明るい色が似合う可能性があって、イエローベース春とブルーベース夏かもしれなくて、でお肌が厚い人はイエローベース秋かブルーベース冬の可能性がある。大正解。お肌の印象を分析すると、愛花さんは質問1はイエローベース春とブルーベース冬、質問2はイエローベース秋とブルーベース冬。ブルーベース冬が多い。あれでも最初に見た肌の色は関係ないの？お肌の色ももちろん関係がありますよ。じゃあ最後にお肌の色を見ていきます。お肌の色はピンクですか、それとも黄色いですか？黄色い人はイエローベース春と秋の可能性があって、ピンクのお肌をしている方はブルーベース夏と冬の可能性があります。普通に私黄色だと思ってたけど、これも自分で判断するのってちょっと難しいかも。ではこれを参考にしてみてください。あれってことは私お肌イエローベース？最初の布当てた時ブルーベースだったよね。これどういうこと？そうなんです。このままお肌が黄色いからといってイエローベース、ピンクだからといってブルーベースにしてしまうととっても危険、誤診につながってしまいます。一番最初に言ったみたいに、肌が黄色い人に黄身を足してしまうともっと黄色くなってお肌が黄くすんで見えたり、お顔が大きく見えたりしてしまいます。そんな時はブルーベースの引き算効果で少し黄身を引いてあげると綺麗に見えますよ。じゃあ顔が黄色い人はみんなブルーベースの服を着ればいいんだ。なんだ簡単。ブー。単にブルーベースで引けばいいってもんじゃないんです。わかりやすくこの布を使いますね。この布、さっき後で説明するって言ってた布。そう、この布のことをグラデーションカラースケールと言います。これはとっても画期的な診断方法なんです。とあるカラーの協会が特許を取得しているので、この診断方法もライセンス契約のしているカラーリストでないと扱えないんです。なんかすごい。グラデーションカラースケールを使って説明していきます。ここがイエローベースで、こちらがブルーベース。愛花さんはブルーベースが似合うけど、この端のここはどう見えますか？こっち？うわ、なんか青白いっていうか青黒いっていうか血色悪い。似合ってないよね。そうなんです。ブルーベースの中にもすごく青みが強いところとそうでないところがあります。これはイエローベースにも言えることで、イエローベースも黄身が強いところとそうでないところがあります。そしてこの真ん中のところはニュートラルといって、青みも黄身も感じないちょうど中間のところに当たります。よく見たら綺麗なグラデーション。だからグラデーションカラースケールっていうのか。そう、大正解。このグラデーションカラースケールを使った診断方法だと、黄色い肌だけどブルーベースが似合う方も詳細に診断することができます。愛花さんの似合う色はブルーベースでも、この青みが強いところじゃなくて、この青みが少ないところになります。愛花さんが似合う色はブルーベース冬の色になります。こんな色が似合います。綺麗。お肌に透明感が出てる。くすんでない。愛花さんのお肌は黄色いですけど、ブルーベースで少し黄身を引いてあげた方が綺麗に見えるのと、愛花さんは全体的にツヤの質感を持っているので、すっきりした色、そして鮮やかな色が似合います。髪がしっかりしていたりとか、目の印象も暗い印象なので、暗くてすっきりした色が似合ってきます。そう考えると私全然似合ってるもの着たことなかったな。
こういう色が似合うんだ。すごい。じゃあ逆に似合わない色を見てみましょう。似合う色と似合わない色ってこんなに顔の印象違うの？今まで気にしたことなかったけど、なんかこれなんかもういつも着てる服の色と同じだし、全然似合ってないじゃん。愛花さんの持ってる目と髪と肌の色と質感からこういった濁りの強い色は苦手です。どちらかというとツヤ感が得意だし、すっきりした色の方が得意になってくるので、似合わない色を着るとお肌がよりこう血色が引かれすぎたり、またイエローベースのこういった色を持ってくると逆に黄みが足されすぎて着ぐすみして見えたりします。もうこの服着るの嫌だな。すごいな。こんなに違うんだ。すごい。てかまあこれ同じ色だもんね、 T シャツと。これとこれ。ね、パーソナルカラーってすごいでしょ。すごい。もうこれからパーソナルカラー絶対使うわ。ちえみ先生ありがとう。どういたしまして。今日も肌の調子よし。よし、これかな。今回の動画はいかがでしたでしょうか。パーソナルカラーに興味を持っていただけましたか？パーソナルカラーは知って損はないです。上手に活用できると、買ったのに結局着なかったという服が家からなくなるし、流行につられて買ったけど使えなかったお化粧品も家からなくなります。肌悩みもカバーするし、なんかお得な気分になります。私たちは現役のカラーリストで先ほど動画に出てきたグラデーションカラースケールを使ったパーソナルカラー診断をしています。好きな色やトレンドを交えた似合わせもアドバイスしています。オンラインのパーソナルカラー診断もしていますので、気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。このチャンネルでは今後も簡単おしゃれになる方法を発信していきます。ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。コメントもお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバーイ。バイバイ。次回もお楽しみに。